日分はこれをまず1袋、今日だと3袋か4袋使うので、それを剥がすのが大変。平成2年に結婚しましたんで、33年ぐらい、誠屋さんの一人娘のとこにと結婚したということで、家族5人いるんですけども、4人はみんな本当に誠屋さんと結婚していいのって言って、でも最初からね、その後を継いでくれとかね、おじいさんもおばあさんも何にも考えてないし、大変だよって、飲食は私たちの代で終わりましょうとぐらいのつもりで悠然と構えてやってたみたいですよ。で、お店継がれたのはもうそこから結婚されてすぐ継がれたんですか？いや、8年ぐらいはサラリーマンやってたんですけど、あ、そうなんですね。はい、そうそう、まあ一応金融機関に勤めてたんですけど、一応信用金庫に勤めてて、で口が達者になったっていう。かまぼこもね。でもうちょっと香り付けをするためにこのカツオのまた混ぜたやつを買って入れます。約これで15分間ですね。こう取ればよく澄んだ本当に美味しい出汁が出ますよっていうのが。やっぱ毎日こうやって出汁を引いててもね、いい匂いがするなと思って、返しをこの一番出汁の美味しいうちのカツオで割って準備をしておく。39でいいの？39で昨日良かったからそれにします。もう味噌煮込みは生麺なので加水率がそんな4も入れたらぐちゃぐちゃになっちゃうんで。お願いします。先代の大将は前は手でやってたんですよ。転んで肋骨を折った時にそのこねるのができなくなったんで、大田屋さんという出汁屋さんの今は亡くなったその昔の社長さん会長さんがこの関東ミキサーというパンをこねる機械をやった方がいいぞと。でこれでやると手でやるよりもまんべんなくいい明太ができるはずだからって。でおじいさんはそれをかたくなにこだわったけど、自分がこのあばらを折っちゃってもうできなかったもんだから、一応これを入れてからおじいさん曰くこっちの方がいいって言って、だから機械を入れるとこは入れて、で手打ちというのはそれをやってこう足で踏んで伸ばすのはその手でいいんだと。うちは特にここまでは機械に助けてもらってるけども、あとは手打ちでやろうということで。まあ僕はまだまだあれ大したことない。ちょっと粉調整して入れて、ある程度踏んで混ぜてこう水と粉を合わせていくとこう馴染んでいって、で最終的に時間を置いて寝かすとしっかり綺麗な多分皆さんが思う明太になるので、ここからまた調整していきます。だからまだちょっと混ざりのとこあるんですけど、ここから鳴らしていきます。今おいくつなんですか？僕は32ですね。お店継がれるきっかけって何だったんですか？一応理学療法士っていうリハビリの国家資格の大学行ってて、一応それは取れて、この店自体もいつかは継ごうと思ってたんですけど、5年10年先に理学療法士やってから戻るか、
今こっちやるかで、大学遠回りして入ったので、理学療法士としてもそんな経験ない中での名古屋に戻ってきたんで、どこでも就職先があったわけじゃないので、だったらもうここ一本でやろうかなっていうので、すごいこれは個人的なあれなんですけど、やっぱり昭和とかから続いたお店が結構皆さん腰痛とかで、うどん屋に限らず洋食屋さんとかすごい美味しいところとかが結構閉店とか後継ぎがいなくてっていうことがあって、今はこの店だけですけど、本当はそういうなんかこうせっかく資格持ってるので、理学療法とその飲食みたいなのがつながってこう皆さんの寿命じゃないですけど、健康寿命みたいなのが伸びれば本当は嬉しいですけど、今はもうここの店で必死です。並んだってあります？多分僕がいた時じゃないんですけど、スマステが一番並んだでしょ、あれが。11時に開店して、8時に終わるまで行列が切れなかったらしいです。やっぱりうどんの中のグルテンをしっかりこう水と合わせてあげることでしっかりこう定着して、そこで時間を置くことでまたグルテンがこう強くブリッジが強くなっていくので、やっぱり置く時間とその混ぜ方っていうのがすごい大事っていうのはそこで改めて感じたので、まだまだ知識的に未熟な部分もあるんですけど、なんか少しずつこうブラッシュアップじゃないですけど、ちょっとずつでも良くなればなとは思ってやってますけど、正直まだまだ未熟で、日々こうやりながら話も聞きながら毎日状態見ながら、一つでもいいように。これでだいたい2升5合炊いて1日4升ぐらいは多い時は炊きますね。最初はガス釜で炊いといて、あと足りない部分はこっちで1升炊きのやつで追っていくっていう形でうちはやってます。こっちがなくなり次第みんなバイトの方にはなくなったらなくなったって言えで、ご飯危ないですよって言ったらもうこっちをすぐたくさんのご飯をこれで毎日これで作っておいてフライヤーの前に置いといて、時間がある人がもう一口一口食べていくっていう形ですね。それを混ぜといて、みんなが時間がある人が食べて、これも大手屋さんが美味しい海苔を持ってきてもらえるんで、こういう感じですね。いやでもお寿司屋さんでもほとんど冷凍のやつを使ってますよね。こんな美味しいエビを使うのはどこだっていうことで魚屋さんが言ってた。作家の村上春樹さんいるじゃないですかが2、30年前に来て食べたらしくて、この時のことを本に書いて、で最近このことでノーベル賞関連で取材があって、このエビ美味しかったって書いてたので、その日からずっとエビがいっぱい出るので剥くのが結構大変とかやらないと回ってからなっちゃう。ちょうどここにいたパートさんがうちの祖母とかがなんか乗せたいねって時にその場の思いつきでこう作ってくれたらしくて、ちびってんはうちから味噌煮込みのものが始まったのかなっていうのは聞いてるんですけど。おはようございます。どうもいつもありがとうございます。またお願いします。いろんな店があっていろんなことがあるなっていうのは思いますね。収録で投資営業でっていうのをほとんど10年15年続けてるっていうのが改めてすごいなと思って。臨時休業する時もありますよ。でも基本は絶対休まない。この総裁以外で多分体調不良で店閉めたこと、風邪ひいたとかね、僕の知る範囲ではないと思います。僕この仕事量で2人で
体壊さずにやってるなっていうのが、僕はそれが一番すごいと思います。それだけは他の人に多分負けないんじゃないですかね、うちの店は。2人は本当に平日でも休日でも本当ずーっと同じことやり続けてるので、そうなれるように頑張ります。まだまだ未熟なので頑張ります。これ前です。これこのまましまっとくよ。甘くして。土台を作って衣の大きい天ぷらを揚げたいので、包み込みに中に入れてもとろけないようになるべきといます。何？あと外は何人来るっけ？やってみた。ごめんよ。こうやってやってみると7654で指示しながら、どういう順番ですか？でんめにエビ玉に、エビ玉1、ご飯に。はーい。いらっしゃいませ。何名様ですか？ちょっと店頭でお待ちください。ごめんなさいね、満席になりました。すいません。ところにございましたらお決まりになりましたらお伺いします。ちょっとすいません。最初ちょっとバタバタしてうどんが茹でれないのでごめんなさい。はーい。ちょっとうどんが茹でれましたらお願いします。何個ぐらい1個。1個。ちょっと最初混雑しておりますので、うどんがちょっとお時間かなりかかってしまいます。味噌煮込みの方でよろしくお願いします。お待ちどうさま。うどん。はーい。どうぞー。卵はごめんなさい。中の方に入ってます。お待ちどうさま。これエビ玉2個ですか？はい、先生失礼しました。こちら親子です。めっちゃうまいです。大阪から来たんで、もう帰るんで締めのうどんで。はい、ごめんなさいね。いつもはこんな風にならないんですよ。繁盛店のようなふりをしてるんです。もうちょっと待っててね。ごめんね。3番さん、エビ玉、味噌、お待ちど
どうぞお待たせしました。エビ玉のお客様。はい。こちら味噌煮込みになります。天ぷらの方失礼します。俺の終点席ふさわしい。4名様全部4ご飯に。はーい。ごめんよ。俺の終点席ふさわしい。全部が2個にエビ玉です。はい、お待ちどうさま。しました、どうぞ。卵はごめんなさい。下の方に沈んでます。できる作ってください。お待ちどうさま。これが一番さんの卵2個ね。はい。これがラッキーの一番さんの全部入り。はい。ありがとうございます。はーい、一番さんのと。こちらお席どうぞ。何名様かな。はい。先頭の4名様どうぞ空きましたのでお座りください。どうぞ。お待ちどうさま。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、いただきますと助かります。いらっしゃいませ。次の方も中お入りください。エビの白すまし。味噌。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。おめ様のお子様用の椅子一つ出しましょうか。外でお待ちの方、中どうぞ。ご飯2個お願いします。すべてお待ちいただけますと助かります。ありがとう。どうぞお入りください。ありがとうございます。が4つ。お待たせしました。箸つけといてあげてね。5名様、4名様ごめんね。待てよ。お子様1名様。中に入ってまーす。お待ちどうさま。熱いので気をつけてください。どうぞありがとうございます。どうも次2名様です。どうぞどうぞどうぞ次の方、中どうぞ。中が全部2個。どうもありがとうございます。どうも全部柏3番さんエビでは次の2名様、あちらのお板席へどうぞ。席打って1枚ずつとか入れといて分かんなくなっちゃうからもういいよ。
ます。お待たせしました。エビ味噌と卵味噌ですね。エビのお客様。はい。お気をつけくださいよ。もう2名様、外の方も2名様、中どうぞ。ないので順に並んでごめんなさいね。お待ちください。はーい、全部でーす。お待ちどうさま。はい、どうもありがとうございます。お手ごめんね、お願いします。ごめんなさいね、後ろ味噌煮込み通りますのでお気をつけください。お待ちどうさま。親子大好き。親子。エビ。どう味ぞ。噌。すいません。お待ちどうさま。初めて来たからどんな感じかなと思ったけど、やっぱり美味しい。味噌感がすごいかなと思うけど、そうなんですね。美味しいです。初めて。あんま無理しないでね。来てくれて。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあネギ入れてね。大丈夫大丈夫。はい、ご飯1個。まだ美味しそう。ありがとう。あ、これちょっと前セットします。店頭の方、親子2個が。はーい。上置いとくね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。先頭の方はテーブルお待ちですよね。はい、ごめんなさい。はーい、親子は2個。卵は中です。お待ちどうさま。どうぞ。どうぞ。おネギを持ってる。チリ玉と。これ朝やってたら悪いやつをネギなしで。明日ある程度伸ばしてからやらないとちょっと疲れちゃうんでっていう感じです。ありがとうございます。ごめんね、変な聞き方しちゃって。あ、いいよ。普通です。大盛りはお待ちください。
どうぞ。どうぞ。お待ちどうさま。どうぞ。暑いので気をつけてください。どうぞ。どうぞ。はい。全部親子ご飯が1個。お待ちどうさま。よいしょ。はいたいまありがとうございます。降りていくわ。順番で並んでください。 6名様、全部2つ、エビ玉大2つ。はいカウンターお願いしますいいよ、出して。エビ玉大師のお出しお願いしますこんにちは。ようこそ。あ、6番か。あ、ごめんなさい。もしできたらこれはいエビ玉ねぎトッピング失礼します。お待たせしました。全部入りのエビトッピングですね。どうも。修行の道にしてくれたね。親子とエビ大ご飯。一つ。あいさんやってるよあいさんはーい。ありがとうございます。全部はいエビ玉ねぎとこれはノーマルな全部です誠屋さんの良さって何かあります？出汁が効いてる。そう。あと不揃いな麺。どうぞ。フォークスプーンお願いします。大丈夫はい。大丈夫次あるんで。ありがとうございます。あどうもー。ありがとうございます。どうぞお待たせしました。お待ちどうさま。にメニューございますのでお決まりになりましたらごめんなさいお願ね。順番お待ちどうさま。はーい、全部が4つ。今日長岡入ってくれます。本当に？はい。あ、そうなの？今日さっきできてたまず。あ、本当？ちょっと後で見てみて。 5時以降でいい。長岡も誰ですか？ごめんなさい。こちら卵の中沈んでいます。ごめんなさい。天ぷらの方です。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。
が出るかもです。ありがとうございます。卵でーす。次3名様ですかね。ごちそうさま2名様の後3ありがとうございます。ちょっと君1個ちょうだい。はい。一人捨てといて分かってください。出し取りって何回いつも取るんですか？まあ大体時間を見ながら、今日は多いですね。1回のだって大体50人分ぐらいは予定してる。はーい。であとは様子見ながら、お尻が強ければもっとどんどんやっていくっていう。特に今は午前中なので、まあ、やれるだけとにかくもう後先考えないでもうやっちゃうっていう。2名様がいて車今ああ、今の方ね。はい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 。先頭のお客様、奥のテーブル空きました。どうぞ。カウンターでご飯1個ね。これからやる。メイトから、そうなんですね。はい、よく来られるんですあ、お冷やよく一つ名古屋の煮込みは硬すぎるというけど、ここはすごく私に合うんだよね。知り合いの方が大阪の中に来ると必ずここへ連れてくるんですよ。もう昔からそうだけどね。ごめんね、もう1個ご飯追加。これだった。はい、全部。はい、お願いします。ごめんなさいね。ごめんね、立場の方で。どうぞ。はい、ではないでごめんなさいね。お願いします。まだご注文お伺いして。お盛りいただければ了解です。まだこれから。はい、お待たせしました。こちら卵味噌になります。はい。はいよ。はい、お待たせしました。こちらエビ玉になります。はい、こちら親子味噌になりますね。はい、失礼します。こちらも以上でよろしかったですか？はい、ごゆっくりどうぞ。また今度さ、踊り見せてね。OK。Thank you。全部でーす。ごちそうさまー。はーい、全部でーす。ごちそうさまー。はい、ありがとう。エビ玉卵でーす。遅くなりましたー。ごちそうさまー。どうぞー。
ます。お待たせしました。全部入りになります。ただいまーす。ありがとうございます。尻尾と頭を取って大体3日間で柔らかくして。創業は昭和46年です。本店は栄錦3丁目のところにありました。今はもうやってないんですけど、朝日ベーカリーっていうもともとパン屋さんから始まって今現在に至るんで、おじいさんの代から商売やってます。パンは毎日研ぐんですか？使ったらはい。これは名古屋コーチンのきしめんとか名古屋コーチン肉入りの味噌煮込みうどんとか
噛み応えがあるんで、ちょっと歯入れといたら食べれないです。乾燥して切れちゃうそばと中華と味噌煮込みうどんは袋入れます。きしめんは大丈夫ですけど、祖母の親戚が麺類屋さんにあって、ここから教えていただいたという流れです。なるほど。ここのエスカが開業と同時にここ入れさせてもらったんですけど、その時にヤブークと隣の隣にチュースケっていう店、この2軒疑ってもらって、多分おじいさんが息子が2人いるんで、自分はパン屋で息子っていう感じじゃないかなと祖母のお姉さん夫妻がやってた麺類がヤブークで、そこから教えてもらったっていう。
そうです。唐揚げです。いなり寿司結構出ます？出るときは出るけどね、出ないときはランチでつきますので。あ、そうなんですね。はい2名様です。こちらどうぞ。お子様1名で3名様です。山屋さんです。定食 16L です。ごめんなさい。鍋焼きうどん18です。はい、すみません、鍋焼きうどんです。どうぞ。締め定食2つ 15R です。締め定食2つ17です。締め定食2つ 15R です。すみません、締め定食です。
すいません。味噌カツぎし11番です。きしめん台1台です。きしめん味噌丼はコチンきし11です。きしめんとろ丼10番です。3名様。どうぞ3名様です。味噌煮込みうどんですか。ざるとろきし3番です。とろろきしめんお待たせしました。どうぞ。お待たせ。とろろきしめん。喉越し最高です。喉越し最高。玉3番です。はい、すみません、煮込みお待たせしました。すっごい久しぶりに食べたんですけど美味しいです。はい。きしめん定食です。美味しいです。11番です。1番です。はい、もう一つ八丁味噌きしめん。はい、お待たせしました。天とじきし5番です。はい。天とじきしめんお待たせしました。お願いします。玉きしは12番です。はい、すみません、煮込み定食です。定食3番です。
味噌煮込みうどんお待たせしました。お願いしていいですか。すいません。濃いんやけど普通に食えるな。あっさりした濃いさ。そう。締め第1台ご飯物締め玉丼 16L です。天気6番です。天気市11です。天気市6番です。天ぷらきしめんです。はい。美味しい。半々セット2、ざるとろうずらなしでお願いします。半々セットです。はい、もう一つです。はい、どうぞ。はい、お食事勝ちですね。お待たせしました。丸八セット3番です。かけそばはきしめん味噌丼は。はい、すみません、半々セットです。持ち帰りです。コーチンペバ8。すみません。戦時部に上山から
でこれが前日から水につけておいて、後で火を入れて、出汁を取ります。村味2種類とソーダガツオ、あごだしとしいたけの戻し汁を使います。中力粉と水です。住谷さん、創業はどのぐらいになるんですか？ちょうど50年。もうちょっとしてからこう掴んでみて、混ざって適度な硬さになったら OK です。でだんだんですがこう繊維状になってきます。こういう入り組んだ感じになって、これがコシの強さになってきます。でこれをですがこう踏んでより強くするっていう。でこれもさっきの言った繊維ですね。でこれが重なって強くなるっていう。うどんの場合は中力粉と塩水です。で塩水が、ここに作ってあるんですけど、冬が塩度が13ぐらい、夏が18ぐらい、その間で季節によって変えます。人間と一緒で夏はちょっとだれるんですよ、うどんが。で塩をきつめにする、雨の日は水分少なめっていうふうにその 2本でやってます。これも半分ですね。大体1日何人前ぐらいのうどんを打たれるんですか？平日で200ぐらいじゃないかな。土日だと250とか300とか。でさっきのこの繊維になったものがガチャッとなってクロスになって、でもう一回畳むんですけど、畳んでまたこうなってこうなって。でうちこれ2回なんですけど、他のところをもう一回やるところもあります。練ってすぐ団子状にはできないんですね、うどんの場合は。煮込みの場合は水なのでそんなに工場じゃないので、すぐ団子にすることができます。これを団子にしていきます。これがさっきの言った繊維です。これは空気抜く作業になります。上から押さえつけちゃうと硬くなるんですね。繊維をちょっとずらすんです。体重をかけつつちょっと前にこう、そうすると繊維がこうずれてって硬くはならない。でうちの場合は芯をちょっと硬くして表面を柔らかくしてる感じになります。煮込みが100人分ぐらい用意して、うどんが200人分ぐらいかな用意して、うどんの場合は前の日のものが、これは明日のもの。うどんの場合は1日寝かせて、で煮込みの場合は塩が入ってないので、なので煮込みはその日に作る。さっきの味噌煮込み分ぐらい買ったので、これをもう一回練ります。朝早くから大変だね。
仕入れはお父様が今非常に野菜関係高いんですよ。それでできるだけ値打ちなところにいい商品を仕入れに行く、そういうふうにして期間は早いんだけどやりくりして。しいだけが戻しに飛び降ります。こちら味噌汁。これが丼。大体週末は、1頭ぐらい、平日は、8頭ぐらい。これは唐揚げですよね。これって荷揚げですね。荷揚げ。
日祝日限定で天むすやってるんですけど、それの案です。天むす用ですね。これは、定食の、小鉢です。ありがとう。
あ、どうぞ。木うどん天ころです。はい。はい。はい、どうぞ。きなこもくです。オリバー、はい。じゃあおにぎりが。チューライス。お待たせしました。2個目の定食です。はい、お待たせ。見て見て。はい、失礼いたします。はい、お待たせしました。これが1種類になります。はい、お待たせしました。麺の硬さがちょうどいい。そうね。こっちのきしめんも同じですね。余裕の。冷たいうどんの選べ。です。はい。入り口から来て。ありがとうございます。以上でよかったです。天丼ですね。空うどん。はい、瓶のカツです。
いいから。はい、じゃあいった。すみません、ビーツ冷たいの。冷たいので。あ、時間かかっていい？はい。あ、ミニマグロ丼です。ごめんなさいね。ざるかつ大丈夫だそうです。はい、どうぞ。急い。はい、どうぞ。1番、現代です。袋のきしめんです。これ牛コロ。牛コロです。じゃあカツカレーのチューライス。これ15です。はい、じゃあみぞれ。ホタレ。いや、セットのカット。人数がさ、いくつか巻き寿司とか買ったり美味しいです。まあ、ちょうど混み始めたんで、混む前にこれってよかったです。今日神奈川から出張できてて、ちょうどなんか調べたんです。そうですね、ネットで調べたら見つかったんで、せっかくなんで美味しいですね。はい、じゃあ B も行く。はい、じゃあ B 行くよ。はい、じゃあカレーも行く。ありがとうございました。行きます。はい。さあ行こう。あ、こんにちは。
いらっしゃいませ。がみぞれになります。はい、エビになります。エビの台。はい、野菜どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあ徳です。はーい。はい、どうぞ。天ぷらうどん。ありがとうございます。お味いかがですか？じゃあ美味しいです。つね屋さんの好きなところって何かありますか？何食べても美味しいとこと麺がもちもちして太いとこが好きです。あ、お母ちゃん元気？はい、元気です。また多分それ食べに来ると思います。ごちそうさまでした。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、はい。はい、7番。はい。つね屋さんよく来られるんですか？うん、結構頻繁に高校生の頃からずっと食べてて、はい。おすすめのメニューとかありますか？絶対味噌煮込みです。あとカツとじ、めちゃくちゃ美味しいです。店主さんが本当にいい人で、いつもなんか喋りかけてくれて、必ず挨拶してくれて、お値段も安いし、通いやすいです。で、終わりかな。はーい。じゃあ中が1、ミニ丼が1。はい、じゃあミニの親子丼。で、さっき、はい、14です。あ、こっちの前だ。うん、後ろじゃない。どうも。はい、じゃあ徳。薬味なしで、こっちがツーライス。はい。お味いかがですか？めっちゃうまいっす。もう一個チーズ追加。
時です。一番です。じゃあとろろとミニ親子一緒に行きます。あとカレーで終了です。じゃあカレーいった。あ、いいですかね。はい、じゃあこれでおしまいです。はい、ほい。はい。味噌が3種類です。白味噌と、八丁味噌と豆味噌で、あと入ってるのがみりんと醤油、それを合わせてから2週間ぐらい寝かせます。この樽なんだけど、それを何個か置いておいて 2週間繰り返していく。なんか薬味なんか器がなんかもらってもいいですか。あ、はい。朝のやつだよね。はーい。
える天ころ。はい。カツ丼です。この中にグルテンっていう酢が入ってるんですね。これを練ることによって全体に極まってコシが出てくるんですよ。麺棒で伸ばすときに広さが一定になるように同じ分量でやらないと、手打ちの場合にはね、これが大体2キロぐらいでねやると、こういうふうにね、右手でひねりながら時計の反対方向に回してね、こうして生地を鍛えていくんです。これを大体前日に2回ぐらいやっとくといいんです。へそが上の方まで穴が開いてると伸ばした時に薄くなって切れちゃう。でここでぐーっと押さえて形にして一晩置いといて、でそれを今度こういう平べったくして伸ばす。乾くと表面がどうしてもボロボロになるもんですから、風に当てないようにナイロンの袋に畳んで置いておく。大体これは何時間おきぐらいに？大体3時間からそのぐらいだね。やっぱり3時間ぐらい置くことによってグルテンがね上手に行き渡って美味しいんです。うどん、きしめん、煮込むっていうものは日本の伝統的な要素があって、大人でも子供でも来てもらえると、そういうところに一応私は着目してこれを始めた。一番我々の商売は家内が協力がないとね、飲食業はできないです。だから夫婦仲良くやることが前提ですね。住屋さんの店名の由来っていうのは、私はね五島列島の出身なんですよ。海が好きでね、私は生まれつき海で育った人間で、私は海が好きだと。名前が初で海を入れて屋号を作ったと。初海屋と言って初の海に家としてやったんです。自分の思いをしっかりね、自分の人生に乗るからそるからです。はい、じゃあいった。3つ目上がり。味噌。大股の失礼します。麺大。はい。麺大盛り。はい、ありがとうござい3点。はい、お願いします。釜が沸いたんでお茶を今から。
ムロとソーダカツオとソーダカツオ笹と混ぜたやつ。私が1キロ。大体30分ぐらい。これ七宝味噌、七宝町の愛知県七宝町、見た目は分からんけど肉飯と赤だしって言ってね、混ぜたブレンドしてもらったやつ。8年ぐらい。やばいですね。大学卒業してからなんで。
2升3つぐらい炊くんですわ。後藤さんは今何代目になるんですか？もうおふくろからの2代目ですね。子供の頃おふくろがやっててね、で修行して、春日井とかね、茨城とかそばを習いに行ったり。煮込みの野菜です。後ろ白菜。近くに勤めてたんですけど、勤めてる間前は通ったことだったけど、ここに入ったこともなくて、お父さん会ったことも知らなかったんですよ。出会うまでは知らなくて、あ、こんなところにそういえばあるうどん屋さんがと思って、だから嫁ぐとは思わなかった。これは20分から25分ぐらいで上がります。温かいのね。あったかいの。はい。そばで。冷たいのにする。あ、冷たいのね。はい。そばでコロ。
いません。はい、じゃあ大俣さんでお願いします。ライス2つごめん。うどんで。はい、ごめん、うどんってね、敷いてごめんね。ライスなしでいきます。はい。いらっしゃいませ。失礼します。しーちゃんごめんな、これエビおろし。はい、エビ。これや。親子と卵と。これカツおろし。はい。はい、カツおろしそば。はい、6番さんで。はい、お願いします。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。美味しかったね。5番。はい。いらっしゃいませ。そばって。はい、2番でお願いします。うどんで。本当だって。本当だって。ごめんね、香りがこっちから。5番で。親子。はい、1番で。
は2名様です。カツ。味噌カツ入ります。味噌カツです。ありがとうございます。はい、1名様。単品2ついきます。単品。はい、一緒。はい、ちいちゃんごめん。皆さんこれ8番に1、2。はい。2個というか3つあるんです。これこれ50だね。3番ね。3名口です。お願いします。はい、ごめんなさい、失礼します。煮込み定食で。はい。熱いんで気をつけてください。いらっしゃいませ。はい、失礼します。お待たせしました。奥のお客様からごめんなさいね。失礼いたします。これ3つ目上がり。はい、お待たせいたしました。失礼します。天丼。カレー8番さん。そばって入ってる？オッケーです。あったかいやつね、これ。これそばだい。はい。これ天丼ね。はい、4番、天丼です。はい、天丼入ります。悪い。ごめんね、そばとネギなしいくね。ご飯つけてね。あれがない。ネギ。いらない。いらない。ごめんね。ネギなしって書いてある。はい、ごめんね。そばとはいよ。5番ショルト終わりました。じゃあここね。7番でね、奥側です。
あ、ごめん。もう一個卵。煮込み出ます。はい。5番に入った。全然合わなかったです。うどん代な。もう少しなこれな。うどん代な。はい、うどん代。はい、うどん代。いいよ。マレさんごめん。4番さん。うどん代の2個で。ここはもう有名前からね、昔から。白菜いっぱいで美味しいです。珍しい白菜で、ね、ネギとかはあるけど、白菜はもう、野菜たっぷりが美味しいね。3名の次は何名ですか？はい、ごめんね。これ大きいです。ください。まとめてじゃなくて5枚ぐらいしたから片付けて。いらっしゃいませ。はい。皆さんこれうどん代がこれいくつ2個定。2個定。はい、ありがとうございます。煮込みの巻き定食から。コシがあって定食も安いしいいです。煮込みで上がり。計5です。麺代。はい、ごめんなさい、失礼します。お待たせしました。煮込み定食の麺多めですね。はい、ありがとうございます。よいしょ。これ単品。はい、こちら味噌煮込みです。はい、お待たせいたしました。はい、
まずね、圧倒的にね。これね、取り取って。はい。そうですね。ネギトロ2つ入ります。どうもありがとうございました。おいしそうね。はい、お待たせいたしました。失礼します。ごめんね、そばってね。はい。お待たせいたしました。気をつけてよ。はい、ごめんね、来週しますね。はい。名古屋セットですね。では暑いんで気をつけてください。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。カレー8番さん。はいよ、もう一個カレー入った。上がりでお願いします。
これで50食ぐらいかな。もう作り置きせずに、あとは様子見ながら、お客さんの雰囲気見ながら、少しずつ米取るのでね。水と小麦粉と細かい空気の気泡だけで、塩とか添加物一切入ってないもんで、日持ちしないし、夏なんか時間持ちしないもんで、作りだめは一切しないです。製麺作業はこうやって日々されるんですか？そう、私がほとんどやってます。で少しずつ若い子たちにも伝授しながら、まだまだもう10年ぐらいは。ごめんなさい、指メーカーさんが頑張ってくれてるものでね、同じ味が提供できるね。この室味のこのちょっと湿り気っていうかね、そういうのバランスがうちの求めてるもの、それを必ず提供してくれてる。これが一番大事なもの。自分の手でね、必ず見ながら、確認しながら、あとこの味噌の硬さとかね、こういうの確認しながら。うちの3代目の方が、かなりこの昔からの味にこだわって、必ず守ろうということを言い続けたもので、自分もそれを素直に受け継いで、で、5代目たちもその気持ちを受け継いで、昔からの味を守ってやってます。どのぐらいつけるんですか？大体、感覚ですけど丸2日間から3日間はつけますね。皮を厚むきして結局残ってくるんですけど、そういうのも漬物にしたりとかして使ってます。
いてます。ビーフサラダやっとるかい？はい、卵のエビ天2本入り5番様です。お待たせしました。お待たせしました。卵1点2本入りミニサラダです。はい、名古屋コーチン卵入り。お待たせしました。3番様親子煮込みです。手羽先5本です。秘伝の手羽先のタレです。甘辛い感じです。いらっしゃいませ。みんなくっつく。はい。いやいや、まずよ、卵を打ったら。手前からすいません。もう1個作るので。はい、ありがとうございます。お気をつけください。おはようございます。はい、一飯カレーのスペシャルです。はいよ。お待たせしました。お待たせしました。はい、卵入り煮込みが出ます。ランチのお取ってお願いします。はいよ。ごめんなさい、後ろです。
はい、親子煮込みが出ます。カウンター A 様。おすまし卵です。はい、もち入り卵が出ます。お待たせしました。もち入り卵です。はい、親子煮込みが出ます。カウンター A 様。すみません、お待たせいたしました。親子煮込みにします。熱いのでお気をつけください。初めてですね。はい、そうですね。ここに来れました。ランチだとやっぱり土手煮だとか、まあご飯もつけ物とかいっぱいついてきたのが、まあ美味しかったですね。はい。波のホルモン卵、こっちがネギ抜きで、土手煮と天むすです。はい、市販の大ネギのホルモン卵です。親子煮込み1番様。エビ天に半卵ですね。順当です。卵のエビ天2本入り。お待たせしました。1番様。はい。親子煮込み1番様。お二つ目のあやか失礼いたします。はい。これがタレ皿になってます。すぐ銀行で引き出してくれる。ありがとうございます。美味しいです。とっても美味しいです。はい、卵入り煮込み2番様。いらっしゃいませ。水木もう一個も巻かないで。はい、よろしく。これいいですか。5番さん、エビ天1個の卵。はい、よろしくね。ごゆっくりどうぞ。漬物ください。はい、漬物お願いします。漬物お願いします。はい、はい、よろしくね。いらっしゃいませ。あと2個。はい。はい。鈴木さん、1回表回ってもらっていいですか。これ親子です。13番です。はいよー。13番さんの親子。はい。煮込みもう一丁出ます。はい。13番親子で。13番さん。はい、13番さん。ありがとうございます。ね。カウンター A さん、柏入りです。はいよー。お願いします。はいよ。
お願いします。2番さん親子です。はいよ。お待たせしました。チカットお願いします。はいよ。煮込みが一丁出ます。はい。お願いします。お待たせしました。失礼いたします。卵入り味噌煮込み届いたらの方お持ちいたしますね。ランチセットの串カツですね。こちらの方あたりいただきます。ください。お願いします。はいよ。はい、じゃあお願いします。とにかく手打ちにこだわりたいっていうので、もう手で水と粉を混ぜて伸ばして切るっていう昔ながらの作り方にこだわっているっていうところで、特に塩を使わずに煮込み麺として味噌が麺に染み込むようにというところのまず麺のこだわりと、あとは八丁味噌ベースのお味噌、うまみがかなり強い塩になってるんですけど、それの調合を毎朝やっているというところと、あと室味のベースのだし、室味もだしがかなり強くてうまみが強いので、室味の荒節っていうのにこだわってやっているというところですかね。家族みんなでこのお店を美味しくて楽しいお店にしていこうというところで日々頑張ってます。おはようございます。ありがとうございました。ありがとうございます。